俺はな、新潟の貧しい農家に生まれ、中卒で上京した15歳の時だ。学歴もない、金もない、コネもない。そんな俺が見てきたことがある。50代という年齢でな、急に人生が壊れていくやつらが本当に多いんだ。なぜだと思う？それはな、50代で初めて人生の転機が来るんじゃなくて、50代までの間に自分で自分の可能性に蓋をしてしまったからなんだ。今日はな、俺が建設業から政界へ逆境の中で学んだ50代から人生をもっとしなやかに生きていくための7つの秘訣を話そうと思う。これを聞けばお前は同じ失敗を避けられるはずだ。まず一つ目は、もう年だからは絶対言うなということだ。もう年だからという言い訳は死んだのと同じだ。年齢を言い訳にして挑戦を封印するやつの話だ。俺がな、15歳で親方のとこへでっち奉公に行った時のことだ。周りのみんなな、小せえな田舎もこいつ頭悪いんじゃねえか、そんなことばっかり言われた。だがな、一つだけ絶対に思わなかったことがある。もう年だからなんていう言葉だ。まあそれはそうだな。15のガキがそんなことを言ったら笑われるよな。だがな、50になるとどうだ？多くのやつらがそれを平気で言うんだ。もう年だからこの年で新しいことなんて今更無理だ。バカ野郎だ。年齢なんてな、単なる数字に過ぎない。問題はその数字の中身だ。俺は40代で大蔵大臣になった。戦後の日本で最年少だ。その時だって若すぎると言われた。だがな、だからこそ新しい発想で政策を作ることができたんだ。50代でもな、今までと違う道を歩むことはできる。むしろこの年代だからこそできることがある。経験もある。失敗の痛みも知ってる。人間関係だって20代30代とは比べ物にならんぐらい持ってる。そういう財産を生かさずに年だからで止まるなんてな、それは自分で自分の人生に蓋をしてるのと一緒なんだ。俺が言いたいのはな、年齢を理由にするなってことだ。その代わりにやり方を変えろ。若い時みたいに体を酷使することはない。だが頭と経験を使え、知識をな、徹底的に生かせ。俺は政治家になってからも毎晩官僚から財政を学んだ。それは20代の頃、建築現場で技術者に学んだのと同じことなんだ。ただ若い時より効率的になってただけだ。50代で新しいことを始めることは十分可能だ。むしろ今からが本当の勝負だと思え。それが俺が50年以上の人生で学んだことだ。2つ目に大事なのは、世間体という鎖に自分をつなぐなということだ。他人の評価で人生を決めるなということだ。人間というのは人からどう見られているかを気にする。特に50代ともなるとそれなりの地位にもなり、肩書きを持つ者も多くなる。若い頃はがむしゃらに努力して家庭を築き、仕事をして社会の一員として真面目に生きてきた。それはそれで実に立派なことだ。しかしな、50代という年齢になるとな、多くのやつらが世間体を気にし始める。肩書き、ブランド品、高級車、見栄。この年になったらこのぐらいの暮らしをしてないと恥ずかしい。部下に見られるんだからそれなりの格好をしなきゃいけない。そんなことを考え始める。だがな、それが本当に自分が望んでることか、その車が本当に好きか、その服が本当に似合ってるのか、その食事が本当に心を満たすのか。俺が見てきたやつらでな、成功したやつと失敗したやつの違いは何だと思う？結局はな、自分の心に正直に生きてるか、他人の目を気にして生きてるか、その差なんだ。俺は建設業で成功した理由は簡単だ。現場のことを本当に理解してたからだ。労働者の苦労を知ってたからだ。だから現場のやつらから信頼されたんだ。そいつらは俺の肩書きや格好を見てたんじゃねえ。俺の心を見てたんだ。50代でな、世間体に支配されるのはやめにしろ。自分の心に従え。その時初めてな、
本当の強さが出てくるんだ。三つ目は、過去という鎖を自分で切れ。失敗や後悔に支配されるなということ。俺がな、授業に失敗したことがある。1回や2回じゃねえ。何度もだ。だがな、その度に思ったことがある。これは学びだ。過去は変えられない。だが、それにどう向き合うかは自分次第だ。50代という年齢になるとな、多くのやつらが過去に縛られる。あの時、ああしておけばよかった。あの人に言われた一言が忘れられない。あの失敗が全ての原因だ。そういうふうにずっと過去を抱えてる。だがな、そうやって過去を抱えながら生きていたら、今という時間をただ失ってるだけなんだ。過去の失敗や屈辱は、それを学びに変えた時初めて価値になる。だからな、50代で過去を抱え込むなよ。その代わりに、その経験を使え。失敗したということは、お前はそれを知ってる奴らの中の一人だってことだ。それは強みなんだ。人生というものは山あり谷ありだ。誰しも失敗もあれば後悔もある。人間関係で傷ついたこともあるだろう。でもな、それをいつまでも心に抱えたままでは前に進めない。俺が思うに人間の顔というものはその人の心を映す鏡だ。いつまでも過去のしがらみにとらわれていたら表情が暗くなる。笑顔も減って心に曇りがかかる。でもな、不思議なことに心の中の荷物を手放すと顔つきまで柔らかくなってくる。そら、過去にこだわる気持ちはわかる。特に人間関係は厄介だ。気合わないやつにひどいことを言われた。信じていた人に裏切られた。そういうことは簡単に忘れられるもんじゃない。でもな、その時を思い出して自分の心と体が満たされてない状態でいるということは、今の自分の時間をその人に渡してしまっているのと同じことだ。過去は財産にもなれば足かせにもなる。どう使うかは自分次第だ。失敗があったから今の自分がある。あの人との関係がうまくいかなかったから人の痛みに気づけた。そう考えられるようになったらその過去は知恵になる。人生の糧になるんだ。俺が言うことだが、昨日より今日、今日より明日。人間は前を向いてこそ成長できる。過去を見つめるのは悪いことじゃない。でもな、それにとらわれて立ち止まることが問題なんだ。50代はな、人生の後半戦の始まりだ。この先まだまだやれることがある。それなのに、何年も前のことで心が縛られていたら、せっかくの時間がもったいないだろう。心に溜まったガラクタを少しずつ手放していくんだ。それが自分を軽くしてくれる。そして、その軽やかさが、周りの人との関係にも影響を与えるんだ。人間関係もな、合わないやつとは無理に付き合うな。それは冷たいことじゃない。自分の心を守るという大事な選択なんだ。誰とでもうまくやらんといけないというのは思い込みだ。俺はな、こう思う。心がしんどくなるような人とは距離を取って、そして心が軽くなる人と一緒にいればいい。それが自然なことだし、幸せな人間関係だと思う。人生は短い。だからこそ過去にとらわれるよりも、今この瞬間をどう生きるか、それが大事なんだ。心の荷物を下ろしたとき、本当の意味で自分らしい人生が始まるんだと思う。四つ目は、他人と比較するなということだ。他人と比較することなんてな、死刑宣告と同じだ。比べるなら昨日の自分と比べろ。他人じゃなくてな。俺がな、商売を始めた頃のことだ。周りはみんなうまくいってるように見えた。だが、俺は失敗ばかりだった。こいつらはどうしてうまくいくんだ。どうして俺だけ取り残されるんだ。そんなことばっかり考えてた。だがな、ある時気づいたんだ。俺にはこいつらと違うやり方がある。他人の成功を見ることは大事だ。だがそこで比較して落ち込むのは本当にバカバカしいんだ。なぜなら、お前と他人は全く別の人生を歩んでるからだ。50代という年齢になるとな、多くのやつらがあの同級生は社長になった。あの友人は定年後も余裕がある。そんなことばっかり考え始める。その結果、自分の人生を見つめることを忘れるんだ。バカ野郎だ。
他人の人生と比較することほど無意味なことはない。なぜならお前はお前の人生しか生きられないからだ。俺が言いたいのはな、比較するなら昨日の自分と比べろってことだ。昨日より今日が少しでも前に進んでたらそれで十分なんだ。それが成功への唯一の道だ。5つ目はな、自分へのご褒美は絶やすなということだ。自分を大事にできないやつに人を大事にはできない。自分へのご褒美すら用意できないやつに何ができる？俺がな、建設業の頃、毎日現場に出てた。朝から晩まで自分の仕事に追われてた。だが俺は一つだけ工夫してた。毎朝早く起きて15分だけ黙ってお茶を飲む時間を作ったんだ。たった15分だ。だがな、その15分が俺の心と体を守る唯一の砦だった。50代になるとな、多くのやつらが自分を後回しにする。仕事も家庭も誰かのために走り回る。気づいたら一日が終わってる。ふと我に返って今日自分のために何かしただろうか、そう思う日が増える。だがそれが間違いなんだ。自分の心と体が満たされていないのに他人に尽くしたって何の意味もないんだ。例えばな、壊れかけの車で人を乗せてもすぐに止まってしまうだろう。エンジンが整ってるからこそ遠くまで人を運べるんだ。お前も同じなんだ。自分の心と体が満たされていないのに他人に尽くしてもどこかでガス欠になるんだ。だからな、自分の時間を確保しろ。朝早く起きて静かにお茶を飲む、本を読む、散歩する、ただぼっとする、それだけでいいんだ。そうやって自分を整えた時初めてな、本当の意味で他人に力を貸せるようになるんだ。6つ目は人間関係の断捨離をしろということだ。断捨離は人生を軽くする。特に腐った人間関係は今すぐ切れ。躊躇するな。してるんだ。俺がな、政治の世界に入った時のことだ。多くの先輩からこう言われた。人脈を広げろ。付き合いを大事にしろ。断るな。確かにそれは一理ある。だがな、俺は途中から考え方を変えた。無理な人間関係は切ってしまえってことだ。50代という年齢になるとな、多くのやつらが過去の人間関係を引きずり続ける。昔からの付き合いだから。何か言われたら悪いから、断りづらいから、そんな理由でつまらない人間関係を続ける。だがな、それは本当に無駄なんだ。俺が見てきた成功したやつらのな、共通点は何だと思う？自分の心が軽くなる人間関係だけを続けてるんだ。気を使う必要もない。背伸びして付き合う必要もない。黙ってても居心地のいい。そういう人間関係だけを続けてる。俺も昔な、ある若手議員の悪口をずっと言いふらしてるって聞いたことがあった。最初のうち俺は対応しようとした。笑顔で話しかけたり、食事に誘ったり。だがな、何も変わらなかった。その男は相変わらず陰口を叩き続けてた。その時俺は悟ったんだ。こいつはどうしようもできない。戦う相手ではなく距離を置く相手だ。そこからはその男とは最小限の付き合いにした。そしたらどうなったか。俺の心は楽になった。逆に本当に大事な人間関係に時間を使えるようになった。50代でな、意味のない人間関係を続けるほど人生は長くない。今お前を重くしてる人間関係があるならそれは切り時なんだ。最後の7つ目だ。固定観念を捨てろ。時代は常に動く。変わることを拒むやつは進歩を拒むやつだ。俺がな、若い時こう思ってたことがあった。俺のやり方が正しい。これ以上変える必要はない。だがそんな思いは政治の世界で一瞬で吹き飛んだ。時代は毎日動いてるんだ。昨日が正しくても今日は違うかもしれない。今日が正しくても明日は変わるかもしれない。50代という年齢になるとな、多くのやつらが自分の価値観を固定させてしまう。俺が若い時はこうだった。昔はこのやり方が正しかった。若いやつらの考え方は間違ってる。そんなことを言い始める。だがな、それは自分で自分を縛ってるのと一緒なんだ。俺は新潟出身だから新潟のことをよく知ってる。
だが東京のことまでは知らない。だから東京のやつらに聞いた。若いやつらの考え方も聞いた。官僚の理論も聞いた。その結果、日本列島改造論という政策が生まれたんだ。それはな、古い考え方と新しい考え方の融合だった。50代でな、新しい価値観を受け入れる力を持つやつは、それから先の人生が全く違うんだ。逆に固定観念にとらわれたまま死んでいくやつもいる。どっちになるかはお前の選択次第なんだ。50代から人生が壊れるんじゃなくて、50代までの間に自分で自分を壊してしまっている。それだけなんだ。だがな、今からでも遅くない。お前の心が生きてる限り変わることはできる。俺は建設業から政治へ、全く別の世界へ渡った。それができたのはな、年齢が理由じゃなくて心が生きてたからなんだ。今日の話がお前の人生の何かを変えるきっかけになれば幸いだ。俺はそう信じてる。